はい、こんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。ボックスのバルブエナジーのシルクドライブというエフェクターです。最近はね、こういう動画でボックスの紹介続いてますが、今回はね、ボックスのエフェクターですね。で、これもね、最近この辺の動画でですね、紹介している YouTube というですね、次世代真空管を搭載した機材となっております。ということでですね、これもね、YouTube が搭載しており、このサイズでですね、より真空管ライクな音が出るということで、非常にね、これも注目されて人気のペダルになります。で、このバルブエナジーっていうシリーズは、いろんな種類があるんですけど、このシルクドライブっていうのはですね、伝統的なブティックアンプのサウンドを目指したものだそうです。で、基本的にはですね、エフェクターという感じかなという見た目なんですけど、これ実はですね、非常に面白いのは、こちらですね、ご覧いただけますでしょうか。スタンダード、プリ、キャビっていうのがありますね。これでですね、普通のエフェクターと同じようにですね、アンプの前にエフェクターとして置くってこともできますし、このプリというモードにしてですね、アンプのリターンに挿して、こいつをプリアンプとして使うってこともできます。そしてですね、キャビですね、このキャビっていうモードですね。で、このキャビモードに関しては、このエフェクターに搭載しているキャビネットシミュレーターを使って、LINE で音が出せるようになっています。LINE で音出したとしても、キャビシミがついているので、しっかりね、アンプで鳴らしたかのような音が LINE で得られるということで、非常にね、これも宅録とか家での環境っていうのはね、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。で、電源はですね、9V なんですけど、結構ね、ヘッドルーム豊かなイメージがあるんですよ。っていうのは、この 9V の電源を取るんですけど、エフェクターの中でですね、9V を 15V に内部消圧して使えるそうです。それがね、非常にいい音を作り出してるんだと思います。ということでね、実際、このシルクドライブがですね、どんな音がするのかっていうのをですね、いろんな接続方法を交えてですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、早速ですね、シルクドライブのですね、音を見ていきたいと思います。まず、この筐体ですね、非常に特徴的なのがですね、こうですね、この波形が見れるようになってますので、これで入力を検知してですね、はい。波形が出てくれます。これ面白いですよね。視覚的にちゃんと音が入ってるのがよくわかるので、見てて楽しいですね。遊び心がとってもいいと思います。ではですね、音を出していきたいと思います。こちらですね、モードが3つありまして、まずは通常のエフェクターと同じような繋ぎ方ですね。プリアンプの前に持ってくる。で、アンプのインプットに入るモード、スタンダードモードから音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からこのボックスのシルクドライブに入りまして、で、アウトからですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに入ります。で、そのコッホのペダルトーンのラインアウトから出た音をですね、レコーダーで収録しております。まずはバイパスの音はこんな感じです。こんな感じです。では、オンにしていきたいと思います。まずは全部、つまみは12時の状態で。ちょっとボリュームは調整します。ボリュームだけ調整したいと思います。はい。めっちゃ綺麗な音ですね。で、この音でですね、強く弾くと、こうやって歪んでくる感じになります。これも真空管らしくて気持ちいいですよね。じゃあまずはですね、一つずつ原因を回していきたいと思います。こんなね、結構歪みますね。これ、原因を下げていくと。原因下がった分ボリュームも下がるので、ボリューム上げてバランス取りたいと思います。はい。さっきガッと弾くと歪んだ音がですね、歪み方がだいぶマシになってます。こういう音になります。そしてですね、EQ もですね、結構しっかり効いて、ベース、が上がります。下げると、ローが下がります。で、ミドルを上げると、ミドルを下げると、で、トレブルを上げると、
で、トレブルを下げると、こんな感じになります。そしてですね、ブライトスイッチがついているので、これを上げてあげると、結構ね、ギラッとしたハイファイな音になるかなと思います。このね、ブライトスイッチも含めてね、しっかり音を調整しやすいかと思います。このね、やっぱり3バンドイコライザーがですね、とっても効きが良くてですね、狙った音っていうのは結構作りやすいんじゃないかなと思います。で、このシルクドライブはクリーンにしてもとっても綺麗なんですけど、個人的にはですね、プランチ気味でちょっと強く弾いたらいい感じに歪んでくれるニュアンスの出せるセッティングっていうのがいいなと思いました。あとはギターとか環境に合わせて EQ を調整してあげればいい音に追い込めるんじゃないかなと思います。ハンバッカーのギターでも結構いい音でくれるんじゃないかなと思います。はい。とてもいい感じです。ではですね、次にですね、別のモードですね、を試してみたいと思います。今はですね、コッホのペダルトーンというプリアンプの前に入ってましたが、これをですね、コッホのペダルトーンというプリアンプをなしにして、直接ですね、このアウトからレコーダーにつなぎます。直接つなぐのをですね、キャビンモードって言うんですけど、このキャビンモードだと、キャビネットシミュレーターがオンになるので、直接、LINE でですね、レコーダーに通しても生っぽい、キャビで鳴らしたっぽい、生っぽい音が鳴ってくれるということですので、一応それをやってみたいと思います。はい、ということでですね、今、後ろのですね、モードを切り替えてですね、キャビモードにして、このアウトから直接ですね、レコーダーに挿しています。これ、アンプは別に他のアンプは通していない状態ですね。はい、これで音を見ていきたいと思います。バイパスだとこんな感じです。ちょっとラインのペコペコな音です。これをオンすると、音を鳴らしていくとこんな感じです。いい音ですよね。とっても気に入りました。はい。でまたつまみ回していくとですね、同じようにね、歪ませることもできます。で、これ原因なくしていくと、歪まない方向になっていきます。と同じですね。っていう感じですね。で、EQ もしっかり効きますので、ミドルを上げると、で、ベースを上げると、ローが上がってきますね。はい、こんな感じでですね、音作りも同じようにですね、しっかりできます。はい。こんな感じで音を作っていきます。で、ライトスイッチもですね、同様に使えますので、これつけると、はい。より一層ね、きらびやかな、声域がね、キラッとした音になります。はい。こんな感じでね、普通のエフェクターの時と同様に使えますが、やっぱりこのね、違うプリアンプになっているので、シルクドライブの音っていうのがですね、より一層強くですね、強調されて出てきてるかなと思います。こんな感じです。ではですね、最後にですね、スタジオのですね、ヘッドアンプのリターンに挿したらどういう音がするのかっていうのをですね、試したいと思います。スタジオに移動したいと思います。というわけでですね、スタジオにやってきました。今ですね、シルクドライブにつながって、で、アウトからですね、マーシャルの JCM2000 のリターンに入ってます。そして、こいつをですね、プリアンプとして使っている状態ですね。はい。まずは、12時の音を聞いてみてください。ちょっとボリュームは調整します。
めちゃくちゃ綺麗ですよね。とっても綺麗なクリーントーンで、広域が非常にですね特徴的です。ゲインも上げていくとこれ歪ませた音めっちゃいいですねとても気持ちいいです。でゲインを小さくすると結構ゲイン小さくするとやっぱりきらびやかなところもなくなっていくので、ゲインなんですけどなんかプレゼンス出したい時はゲインちょっと上げ気味の方がいいかもしれないですね。で EQ なんかも結構効きが良くて、ベース上げるとこんな感じですね。はい、結構しっかり効きますよね。でミッド上げるとこんな感じですね。でトレブルこんな感じで EQ もしっかり効きます。この3バンドの EQ で、音作りやすいかなと思います。とってもいいですね。これが足元にですねプリアンプとしてこれあるのはとってもいいですね。音作りやすいと思います。そして、ブライトスイッチもありますのでブライトスイッチもありますので、プリアンプとしてもとってもいい音がするんじゃないかなと思います。クリーンとしてもしくはクランチとして使ってもいいですし、とてもいい音だなと思いました。広域がすごく綺麗でね、クリーンが非常に特徴的です。って感じでね、プリアンプとして鳴らしてもとってもいい音のするエフェクターでした。はい。いかがだったでしょうか。ハイがね、とっても特徴的で、きらびやかで、本当に綺麗なサウンドでした。個人的にはクランチとかクリーンで使うと、本当にね、澄み切った綺麗な音がするので、とってもいいなと思いました。またね、いろんな接続モードを見てもらいましたが、どれもとってもいい音だったと思います。そしてですね、このリンクというのがあるので、この他のバルブエナジーシリーズを何個か並べてですね、ミニフォンケーブルでそのエフェクター同士をつなぐとですね、アンプのチャンネルの切り替えのように、こっちをオンにしたらもう一個がオフになって、もう一個をオンにしたらこっちがオフになるみたいなアンプのチャンネルを切り替えるイメージで使えるので、とってもいいんじゃないかなと思います。またこれに関しては、また別の動画でちょっと試したいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。ボックスのバルブエナジーのシルクドライブの紹介でした。こんな感じでね、僕の動画ではエフェクターの紹介だったり、あとはボスのコンパクトペダルの紹介だったり、ギターの紹介だったり、あとはですね、バンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできると、とっても嬉しいです。ということでね、今回はシルクドライブの紹介でした。商品の詳細はですね、動画の概要欄にですね、商品のリンクを貼っておりますので、そちらからですね、詳細ご覧になっていただいて、ぜひね、購入検討してみてください。ボックスのバルブエナジーはね、とってもいいシリーズだと思うので、ぜひね、試してみてください。ということで、本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。